じゃあお忙しい中ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。いや本当、ファイナルファンタジー16のテーマソングである月を見ていたのをテーマソングとしてのこうちょっとね今日対談をさせてもらうってことで、お忙しい中本当ありがとうございます。ありがとうございます。で一番最初きっかけとして多分ご覧になってる人も興味あると思うので、はい。どうしてこう米津さんが、今回16のテーマソングをこう担当してくださることになったかっていう経緯を、軽く触れようとは思うんですけど、はい。そもそも16を僕らが発表した時ってまだ当然ですけど何もお話ししてなくて、はい、最初に16知ったのって多分その発表を見て。そうですね。詳しくいつだったかっていうのはあんま覚えてないんですけど、そもそもやっぱファイナルファンタジー子供の頃からもうすごく親しみ深い、もうずっとやってきたし、新しいのが出るたびに期待しながら、発売日を待つっていうのが日常になってたんで、やっぱ今回も16がついに出るのかっていう、本当にいつも通り、新しい FF が出て、でそのいつになるのかなっていうことをワクワクしながら日々を過ごすっていう、そういう感じだった気はしますね。ちょっと地味なんですよ僕ら作るゲーム。正直結構ゴリゴリのファンタジーで、ゴシックで、こうキャラをたくさんね随分見てもらったからあれですけど、クライブってその見た目浮かないようにしちゃうんですよね僕ら。一般の兵士に紛れて戦った時に、あんまり浮かないようにってどうしてもしちゃうんですよ。だからどうしてもこう花が、自分たちで言うのも変ですけど花がないんで作るものにこう、じゃあプロデューサーとしてこう16を特にこう若い世代の人たちも含めて改めて今までシリーズ手に取ったことのない人たちにどうやって伝えていこうかって思ってた時に、何かこう強力なこう発信してくれるような力を持った人っていないのかなっていうのをちょうどそろそろ当たらなきゃって思ってた時に、たまたま本当米さんがなんか若干興味があるっていう話を小耳に挟んで、ずうずうしく会いに行ったのが最初だったと思うんですけど、本当になんかまさかねこんなことになるとは自分でも思っていなくて、なんかこうファイナルファンタジーって歴代っつってもその中期から後期くらいにかけて主題歌っていうのがそうですね存在するじゃないですか。だから今回もそういうのがあるのかないのか、であるとしたら誰がやるのかなとかをうちのスタッフとかと本当ただの雑談程度に話していて、でなんかいつかやれたらいいよねみたいな、こう16じゃなかったとしてもみたいなことを言っていったら、なんか気がついたらやることになるみたいなそんなこと本当にあんのみたいな。ただ僕16だけじゃなくて14も担当していて、米津さんが14をプレイしていた時期があるらしいっていうのは、なんとなく小耳に挟んでいて、だから FF シリーズは結構やってくださってるんだなっていうのは若干知ってはいたんですよ。でもなその米津さんだしなそんな簡単にはいかないだろうと思ってお話したら、いやもうじゃあちょっとぜひ話をっていう感じだったんで、ちなみに僕初めて会った時めっちゃ緊張してたんですよ。全然そんな風に見えなかったですけどねこちらもすごく見たことある人だっていうかね、やっぱファイナルファンタジーを追いかけてる人であれば誰もが知ってる人じゃないですか、やっぱ吉田さんって。自覚がゼロなんでそこ本当にやっぱすごくこうね14でのプロデューサーとしてものすごくこう熱量がある形で取り組んでらっしゃるのが旗で見てても伝わってくるくらいのものがあるんで、やっぱ見たことある人だっていう感じの逆俺こっちはずっとファン、変な話本当にファンだったんで、ただいずれにせよその本当にお願いするんであれば
まあうちちょっとその熱量が高いのでチームの、あんまりこう単純なタイアップっていうよりは、せっかくやってもらえるんだったら、もうスタッフの一人としてやってもらいたいっていう気があったんで、まあ、まずちょっとそのどこまで米津さんが本気なのかっていうのも、ちゃんと確認した方がいいなと思って、やるからにはぜひもうスタッフの一人のつもりでお願いしたいんですけどって、そうですね、そういう話がありましたよね、最初にね。すごくでも最初にお会いした時にFF16 っていうのがどういうゲームでっていう話をしてもらったと思うんですけど、あとなんか映像もありましたよね。はい、持ってきましたね。開発途中の映像とか、でそれをこう見せてもらいながら吉田さんがこう語ってくれる、やっぱその姿を見てすごくやっぱ熱意のある人だな、その自分が今作ってるものに対して熱意があるのはもちろん、そのなんかすごく楽しそうに話してらっしゃって、なんだろうな、そのパブリックにどういう人かっていうのはなんとなく知ってはいたんですけど、ね、そういう打ち合わせの時に実際に面と向かって話してみたら、もう本当にそのまんまの人だなってなんかこうある意味こう子供のように自分が今作ってるものに対してこう熱意を持ってとうとうと喋ってくれるっていうのがすごくやっぱ自分たちのやってることにこう教示というかそういうものがあって本当真剣にやってるんだなっていうふうに思うと、まあ生半可なものは作れないなっていう感じになったのは覚えてますね。まあ作ってるものをこう話してもらって面白そうっても思ってもらわないとやっぱり、せっかくね魂込めて曲書いていただいて詩を書いていただいてってなった時にそうは思ってもらえないんじゃないかなと思ってたので、一生懸命話してたんですけど、でもう最初はもうとにかくずっと真剣に聞いてもらってて、でかつそっからさらにね少しこうゲームの話をしたじゃないですか、その実はその小さい頃からゲームが大好きでっていう話をすごい聞いて、でもその瞬間から本当にね表情がねすごくゲーマーな表情がねゲーマーの表情っていうものがあるんですか？やっぱまあアーティストでもあるから当然その雰囲気オーラってまとってるものって絶対あると思うんですけど、急に少年というかそうゲームがこうでこのゲームがこんなに思い出にあって、でもそのね買って逆に良くなかった思い出とかも含めて、そうですね、そういう話もしました。そうすごく熱く語ってもらえたんで、これはしかも一番好きなファイナルファンタジーって12なんですよね。一番好き。でもそれを聞いた瞬間の僕の内心のガッツポーズ本当ですか？これ結構多分 FF ファンの中でもそのゴリゴリファンタジーよりまあ1からだいたい6、まあ6ぐらいから結構サイファイの要素強くなってきてますけど、多分12って結構その歴代の中でもまあ14とか、まあ、僕ら今回作ってる16とちょっと似てるというか空気感が、いやこれは我々の地味に凄まじい花が咲くのではってその時いや12が一番 FF の中で一番こう思い入れ深い作品で、まあ個人的な記憶としてもそういう要素もあるとは思うんですけど、その高校生くらいの時に初めて出て、でそれが夏休みとにかく家で永遠にもういわりあの世界にね、もう入り込んで帰ってこないっていう生活をずっと送ってたんで、もうなんかそれがもうとてつもなく豊かな体験だったんですよね。まあね、ガンビットも組み始めたらもうキリがないですしね。まあ特に今回16その12作ってたメンバーも本当に多いチームなので、
俺はすごいありがたいなと思って。吉田さんは何が一番好きなんですか？ FF でですか、はい、僕やっぱり一番最初リアルタイムだったので1でプレイした時に、1ってオープニングタイトル画面がないんですよ。ニューゲームでやると15分ぐらいかな、で一区切りというか、その橋を渡った瞬間にファイナルファンタジーってこんなに映画っぽいことできるんだっていうのがものすごい衝撃なので、1の印象っていうのが実はめちゃくちゃ強くて、システム的にはやっぱり3ジョブシステムが入ってきて、システムとして一旦完成した3で、7がもうやっぱりなんてものを作るんだろうなっていうファイナルファンタジー7が小学生の何年生かは忘れたんですけど、プレイステーションが発売になって、でうちにプレイステーションがやってきて、でなんか知らないけどうちにあったんですよ。でそれでなんだろうこれと思ってやり始めたのが一番最初なんですけど、英才教育ですね、もうここまで来るとしかも置いてあったんですよね。置いてあって、まあ今になって思い返すと、やっぱ小学生の時にあれをやったっていうのは、多大な人格形成に影響を及ぼしたんじゃないかっていう、ゲーム好きな友達とか話してても、最初にやったゲームなんだったみたいな話になって、やっぱそこから変わってないよなみたいな話になったりするんですよね。セブンも、セブンもセブンでこう非常にシリアスなストーリーで、こうスチームパンクっぽい、世界が広がってて、でやっぱいまだにそういう FF7 のような何かみたいな、現実でも何でもいいですけど、片鱗を目の当たりにするとすごくこう心躍ったりする、だから子供の頃に何に触れてたかってすごく重要だなっていう。まあそうですね、16ね、もう世界一早く実は、投資プレイしてクリアをしてくれた人なのでそうですね、開発人じゃない人間としてっていうことです。そうですね。だから冒頭2時間半ぐらいするとようやくタイトル出るじゃないですか。あれも完全に1のオマージュなんです。ある種のセルフって言ってるのかな、セルフオマージュ的な。そうですね、だから今回ストーリーにかなり力を入れて作ってきたので、ここからがプロローグ終わっていよいよ本番ですみたいな意味も込めて、そこでこうタイトルを出すっていうのに結構こだわって最初からプロットも作られてたので、やっぱり1の印象は僕の中ではすごい強いですね。すごく印象的でしたね。16のタイトルが出るのも結構プレイするじゃないですか、そこまで。2時間か2時間半ぐらいですね。それでドンと出る、そのかっこよさはさることながら、まだ始まってもなかったんだってこっからどんだけ深い世界に行けるんだろうっていう、なんかそういうワクワク感がすごいありましたね。僕ら最初に処方を出したのが2020年だから。そんな経ちましたか。だからそれを見て最初に興味を持ってもらえたんだとすると、その直後に結構お話しさせてもらってるから、確かに3年間。結構個人的にはこの間のように感じるんですよ。いや確かに、楽曲制作スタートしてもらいつつ、僕らもこうゲームが制作進んでいくから、最初脚本と字コンテだったのが V コンテ、テクスチャーも貼られてないような、ソリッドなポリゴンたちが演技をしてるやつがどんどんこう渡っていって、あの辺ってどうでした？逆にゲーマーとしては結構面白いところ見れたと思うんですけど。いやすごく面白かったですね。ああいう状態のものを、普段見ることってね、当然ないんで、その灰色のポリゴンたちが、こうなんだろうな、等速でこう移動していく感じとかトルガルとかがこう体動かさずにこうなんかこううろうろしてるすごいこういう風に作ってんだっていう感じがあって、そっからどんどんこうね、モーションとかが入ってきたりして、こうどんどん進化していく過程を
間近で見ることができたのってすごく意義のあることだったなと思いますね。チームとしてって言ったからには、もうできたものは全部もう順次渡していこうと思って。今回のゲームとにかく何がどうなってこうなったんだっていうぐらいのもう圧力でこう映像美っていうものがね、全編通してね占められてるから、あれがこうなるっていうのがもうなんか魔法のように見えるっていう。まあ確かにね、灰色ポリゴン見てるとねすごいなと思いましたね。実際脚本を読み、まあその中間で、まあどんどん V コンテって言ってたものも、いわゆる動画ファイルに差し掛かってくるじゃないですか。はい、まだゲーム実装ではないんですけど、もうほぼほぼクオリティの高い映像としてこう渡ってきたときに、なんか変わった印象ってありました？文字だけで読んでた時はやっぱ文字だけなので、その自分の頭の中で保管して読み進んでいく感じだったんですけど、それがこう具体的になっていった時にそれ以上の広がりがそこにはあったんで、大体そのぐらいの時期にまず一回こう書き上げていただいたじゃないですか。まず一旦聞いてみてくださいって言って、そうですね。最初はそういう意味で言うともっとシリアスに曲を作ろうと思ってたんですよね。まあ言葉難しいですけど、もっと救いようのない曲を作らなければならないんじゃないかって勝手に個人的に思ってて、でもこう映像がどんどんできていくに従って、そのキャラクターの表情だとか、そういう感情みたいなものがより近く見えるようになってきてからは、到底そういう風には作れないなっていう気持ちに、それこそさっきも言ってたようにクライブには幸せになってほしいっていう思いがどんどん強くなっていって、だからすごく最初の最初に比べると希望的な表現っていうのがこの曲は多くなったような気がしますけど、で一旦そこでちょっとどっちに振るかはもっと考えたいですってすごい言ってもらって、でやっぱりそこはもう最後やっぱりゲームを通して体験してもらってだと思ってたんで、でいよいよほぼほぼできたんでプレイしに来ませんかっていう話をちょうど前回のね、まあ、ツアーの途中だったんですよね。トータルいたのが1週間ぐらいですよね。もううちの開発チームの一室に米津さん部屋を作りすごくね本当ありがたかった。いやなんかすごくこう楽しい1週間だったんですよね。それがまあチームの一員としてっておっしゃってもらいましたけど、その一員であるっていう特権を使って一番最初にできるってこんな贅沢なことねえよなっていう、仕事でゲームできるってこんな楽しいんだなっていう。でプラス椅子がゲーミングチェアがあったじゃないですか。であれに座ってずっとやってたんですけど、その椅子があまり良すぎてなんかこの椅子いいですねみたいなことを言ってったら、そのクリアした暁に差し上げますっていう話になって、そうそう実際それもらったんですそう椅子ごと持ってってくださいって言っていやそんなにいいって言ってもらえるんだったら、ちょうどねあれ14のコラボモデルで作ったゲーミングチェアだったんで、いやもうゲーマーに持ってってもらえるのが一番いいから、そんなに気に入ったんだったらね。も確かにだって俺時々見に行った時に米さん待って椅子と一体化してたのねプレイしてる時すごくね肌触りもいいし、なんかここの腰のね、クッションがあって、なんかいい位置で移動させられるし、なんか仕事でゲームができてゲームをクリアしたら椅子がもらえてってこんな幸せでいいんだろうかってすごく思いましたね、あの日はね。月明かり柳が揺れる、私はロボまた戦が始まるのね。思い馳せるあなたの姿、羊を数えるよ。力を持つ者を集め、マザークリスタルのこと新たな秩序を築く。人はクリスタルの加護なしに生きてゆけぬ。マザークリスタルは人を幸福にしない。人は欲という自我に飲み込まれた挙句
滅びの道を歩んだのだ。この因果から抜け出すには人の意識を変えるしかない。だから全てのマザークリスタルを破壊する。来いイフリート！何かを求めて吹き降りていた。一匹残らず首に殺してやる。家畜に死など必要ない。その汚れた血の前に膝を折るがいい。お前のやり方では誰も救うことなどできはしない。俺たちが望み作りたいのは人が人として生きていける世界だ。きっとファイナルファンタジー16